心に炎を思い描く。それは決して衰えず消えることのない私が私であるために必要な思いの形、すなわち全てを愛しているゆえに全てを破壊する。なんと甘美で確たる響きであることか。共に出会ったあの日からこの今まで、私は私の在りかを一度も疑ったことがない。たとえこの身が自死の刃、破滅を求めるカールの願望から生まれたものに過ぎぬと知っても何ら問題とは思わなかった。もとより人は他者との関係によって己を作る。あのハジュンでさえユイガの対局に至った理由は近しいものとの圧力だ。もしも始まりから真の意味で一人だったら彼は彼にならなかったはずだろう。自己を単独で成立させる者などおらず、故にその逆もありえない。私はカールと出会い反発を経て互いが己に欠けた半身であると理解を深めたからこそ友誼を結んだ。それは極めて当たり前の不変な友情に過ぎないだろう。取り立てて特別に見る関係ではない。彼の影響を多く受け、私が私になったからとて何だというのか。そんなことは人と人をつなぐ上で常識以前の話だろう。そしてだからこそ誇っている。凡庸である私と彼を認めているのだ。ラインハルト・ハイドリヒの根幹にカール・クラフトが存在する。良いではないか。何の問題があるという。それをもって己が友の傀儡だと嘆くような卑屈な感性は持っていない。友情に対する侮辱、我が愛に対する冒涜だ。私は全てを飲んだ上で私の流儀を信じるのみ。そう改めて思ったからこそ見えてくるものがあったのは収穫だ。どうやら私はとある感情の権化に近い生物らしい。表面上他者に分かりやすい形でそれを発露させたことはあまりないが、これは構造上の問題だろう。純度が高すぎるから別物に見える。あるいは根深すぎるから目につかない。そんなところで世は使い古された常套句だ。人は自分のことほど何とやる。もともと己に鈍感な点は人語に落ちない身だったからな。自重とともに事実として受け入れよう。私を形作る感情とはすなわち怒り。カールの自滅因子であるがゆえ、彼の怒りと絶望が私の多くを占めている。かつて理想を叶えんとするにあたりディエスイレを歌ったことがその証明だ。私の愛は怒りと表裏、破壊の業をもって進軍すると、ここまでは良いとして考える。これより先今後はいかがしたものだろうかと、すでにカールの信座はついえ、黄昏の時代もまた終わった。以前私は私であるものの、いささか存在理由が薄れてしまった感は否めない。私が破壊したかったものは友が破壊したかったものだが、それはもはやない。にもかかわらず湧き上がる愛は一向に衰えんのだ。炎は変わらず燃えている。ああ、つまりこれこそがラインハルト・ハイドリヒの真実ということだろう。先ほど刹那に言われた通りだ。何のことはない。私は極めて小児的な愚かに過ぎる差がを抱いている。ただ全身全霊を振り絞りたい。相手にとって不足はないと無限に歌い続けていたいだけ。ハジュン、
無残も、そしてまだ見ぬ奈良かとやらを魂の限り愛したい、壊したい、戦いたい。強者と繰り広げる終わらないラグナロク。永遠のバルハラこそが私の願いで、私の宗我に示す地平だ。故に敬託そう、硬派とやらよ。新たなディエス入れを見せてくれ。絢爛なるこのパンテオンに、私もまた一回の将として参じようではないか。楽しそうですな。私はあくまで私だよ。やることは何も変わらん。出陣に湿った顔を持ち込まれては困るな、カール。ここは晴れやかに行こうではないか。道は見た。終わりも知った。しかし、まだまだ歌劇は続く。友よ。これほどめでたいことがどこにある。確かに。ああ、その通りだな。根が陰気なものでね、なかなかあなたのようには輝けぬかもしれないが。我が原点を暴き挑むか。悪くない戦であろう。せいぜい楽しむとしようか、友よ。しかり、二度とない今のために。よく誤解されるが、俺は戦いが好きなわけでも、殺しに因しているわけでもない。ただ気に食わん輩が多すぎるので、何かと忙しい皆だけだ。無視するという選択は、生まれた時から持ち得なかった。当然だろう。耐えて何が好転するわけでもない。故に剣を取ったまで。その道に忠実な生き方をしたまでだ。別に深い意味も事情もない。殴られ、えぐられ、切り刻まれ。殴りえぐって切り刻む。相手の目を見て、断末魔を聞きながら、血を流して血を浴びる。それは俺にとって食事や排泄と同等の、生きる上で基本に過ぎぬことだったのだ。もう休めというものや、十分だという者たち。挙句の果てには俺のことが心配だなどと、奇怪なざれ言を浴びた数も少なくない。今に至るも、総じて理解不能だがね。俺のことを思うなら、俺の足止めをしてくれるなよ。連中がぬるいことを語る数秒の間、どれだけのクズが長領ばっこしていたと思う。耳心地よいことを述べるその口で、取り返しのつかぬ過ちを数限りなく犯しただろう。俺にとって、敵の敵は味方にならん。いいや、俺に枷をかけようとしてくるあたり、ただの敵よりたちが悪かったかもしれん。だから不要だ。仲間はいらない。共にあってほしいと願ったものなど、俺の生涯には一人として、結果、誰もいなくなった。すべて俺が殺したのだ。前の神も、善も、悪も、兄弟も、殺戮の荒野に一人立つ。
シンガは俺をそう言ったかな。ハジュンというガキと一緒にされたくはないのだが、案外と似た者同士なのかもしれん。俺が求めたのは根絶だ。汚物と汚物の排除を邪魔する者らが目障りだから滅ぼした。そうして最後に残った自分こそこの世すべての悪である。究極的なオダクである。なんと明快。実に清々しい気分だったよ。俺は無残。我が死産血牙の冥府魔道にただ一片の悔いもなし、すべての罪と罰を抱き、俺が万象となれば話は早い。俺が消えればよいのだから、恥も悔いもない俺には嘆きや自制が存在せんので、自滅の趣味もないのだがね。しかし確信はしていたよ。我がパラダイスロストに生まれた子らには必ず真座へ至る者が現れると。お前たちの罪も罰も俺のもの。俺が定めた法の下で俺の所業を繰り返す無残の申し子なのだから、俺にできたことをできない道理もないだろう。もっとも全く同じではつまらんがね。それでは座を変わってやる意味もない。言ったように自滅の趣味はないのでな。どっちでも同じならば譲らんよ。俺の結末は俺が決める。悪を喰らう悪の巷が無残と異なる花を咲かすまでは座を降りない。だからネロス・サタナイル、明星という大輪を前にした時、俺は全てを任せたのだよ。これにて善悪、罪と罰の連鎖は終わると生涯初の安堵を抱いて。しかし茶番だったな。全く深い極まりない。大義が流転する世界は変わらず今も移ろい続けている。これでは真我の時代と何も変わっていないではないか。読み違えたな。そう、読み違えた。俺が求めた真実を思い出せ。このヘドが出るような世界の断り、過ちを根絶することだったはずだろう。真我を倒し座を奪ったことでそれを成したと誤認していた。すべての根はまだ深いところに存在している。ならばやることは一つだろう。断ち切ってくれる。今度こそ完全に。しかる後、歴代の信座どもも滅ぼしてくれよ。俺の所業が不完全だったなら無残をやり直さねばならない。すなわち殺戮の荒野に一人立つ。そういうわけだ、明星よ。俺の5人から続いた歴史は全て過ち。納得しろとは言わんが理解しろ。今も昔もそして未来も俺に仲間などいないのだから。いるのは敵と敵の敵だ。なるほど。いかにもお前らしい無残の思考が流れてくる。それは明確な殺意であり、憤怒という名の先生だった。すべて殺す、皆殺す。過去の過ちを正すために。それでいながらやはり彼は無残無気。やり直しをすると言いながら後悔の念は皆無だった。後ろを振り返って戻るのではない。終わっていなかったから続けるのだと。
理屈的に破綻しているようにも思うが、二代目殿はそういう御仁だと知っている。そもそもあれはおそらく始まりからして人ではあるまい。執念という刃が人型を成した化け物。まともな論理は通じないのだ。破順を災害、黄金を戦争とするのなら、無残はさしずめ剣だろう。とてつもなく巨大で重く固く折れない無双の凶器。たとえどれほどの血を浴びようが口などしないということか。むしろそれこそが本分だと。殺すほどに切れ味は増していく。結構ならば好きにするがよかろうよ。お前がどう思っているかは知らないが、私は座を譲られたなどと思っていない。私なりのやり方で真座に達し奪ったのだ。勝ち負けなどに興味はないが、卑下する趣味も同じくない。私は私を貫くまでだよ。こちらの方針は先に話した通りのものだ。怠惰は罪で無知は悪。故に謎があるなら解かずにおれん。お前のようなものが生まれてしまった原因なども今は興味の一つだからな。それはあの時代、私が人として生きたパラダイスロストの創生にも関わることだ。愚かなり神よ、お前の方は間違っていると。かつて吠えた私の憤怒は今も変わることがない。その根源を知りたいのだ。我らの怒りはどこより生じ、何のためにあったのか。そしてこれよりいかなる地平を目指すのか。過ちを正す。その一点については無残に賛成しているし、正すためには知らねばならん。かつて私は己の過ちを悟った時、早々に座から降りたが、それも知ったからこそ改善できぬと断じたまでだ。私の信座は成り立ちからして破綻の要因を抱えており、故に君臨し続けることがむしろ悪。当時はそう判断し、潔く明け渡すことが正義だったのだから悔いはない。無残の子として私も自罰的な思考とは無縁だからな。父よ、後釜に座った水銀がそれの権化めいた男だったことは皮肉というより他ないが、もしかすると信座の流転はそういうものなのかもしれん。対立命題の堂々巡り、永劫回帰に対する輪廻転生、慈愛に対する滅人滅相、ある種理路整然としたものではないか。構図として美しくさえある。それは言い換えれば作為的だということだ。どうやら設計図が存在するな。まさしく神の手というわけか。面白い。ならばしかるべき時、しかるべき者の手に座が渡るよう仕事をこなした者がいるはずだ。私が神王にある何者かなら必ずそうした役目を想像する。言うならば観測者か。現場を見届け誘導し記録していく狂言回し。すべての時代を股にかけ革新に関わり続けるトリックスター。私がこれまで見てきた限りそれに該当しそうなものは読めてきたぞ。なんとも悪辣極まることだ。これはやはり正さねばならんな。私は執念と言えるものをあまり持たない。
執着、固執、その手の類が薄いからこそ、特に抗いもせず、己の座を明け渡した。無残の子として、父と異なるのはそうしたところだと自覚している。だが、こだわってみたくなったぞ。どうやら私は、腹を立てているらしいから、天のお方は汚れていると、かつて抱いた怒りが再び湧いてくる。というよりは、拭えたことなどついぞなかったと言うべきだろうな。